皆さんこんにちは、バンガードチャンネルです。今週はいよいよエクストラブースター第1弾ザ・デストラクティブロア発売週ということで、いつもより早い動画アップとなってます。発売週ということは恒例の高レアリティ実物カード最速紹介をしていきたいと思います。まずはいつも通り今日のカードを紹介からしていきたいと思います。1枚目のカードはこちら、スパイクバウンサーです。登場時カウンターブラスト1とソウルブラストを1することで、ヴァンガードのグレードと同じ枚数山札を見て1枚までリアガードサークルにコールします。ジャイロスリンガーとね似た能力なんですけど、ちょっと違っててコストが違うんですね。こちらのカードは手札消費がありません。コールするだけで場のユニットを増やせるのが結構ね嬉しい能力だと思うんですけど、ただその分パワー上昇がなくなってるんで、ブーストするユニットと組み合わせて使ってください。効果はヴァンガードサークルでも使えるので、スパイクバウンサーにライドしてリアガードを用意してあげるっていうのが綺麗な流れなんじゃないかなと思います。本日2枚目の紹介はガリューギガレックスです。皆さんお待たせしました。このカードのね効果が早く見たいというコメントたくさんいただいておりました。立ち風のグレード3ユニット、ギフトアイコンはアクセルです。まず1つ目の効果、アタックした時自分の各リアガードに山札の上から1枚まで裏向きで武装ゲージとして置きます。さらに自分のリアガード1枚につきバトル中パワーをプラス5000、自分のリアガード全てに武装ゲージが置けるということですね。置くのは1枚までなんで、置きたくないユニットがいれば0枚を置くっていう選択をすれば置かなくても大丈夫です。武装ゲージを複数枚置く場合はどこに置くかを一度に選択しなければなりません。なので1枚置くか0枚置くかを全部のユニット分決めてから武装ゲージを置いてください。パワー上昇の効果は武装ゲージに関係なくリアガードの枚数分上がるので、山札の残り枚数が少ない時なんかは武装ゲージを置かないでパワーアップだけしちゃいましょう。で2つ目の効果、これはね結構怖い能力です。武装ゲージを5枚捨てることで前列にいるリアガード3枚のパワーをプラス5000して、相手のダメージゾーンが4枚以下なら相手のヴァンガードにダメージ1、4点にすればクリティカル1枚で勝てるようになるし、5点にすれば1回攻撃をね通すだけで勝てるようになるんで、1点入れられるっていうのはかなり強力な能力です。ちなみにパワー上昇の効果は前列が3枚以下でも使えます。ヴァンガードはね可能な限り効果を解決するんで、2枚しかなかったら2枚パワーアップです。パワーアップした後の1点ダメージなんですけど、ダメージチェックは普通に行うので、そこで出たトリガーも適用されるのを忘れないようにしてください。3枚目のご紹介はこちら、劣走竜ラサレイトレックスです。このカードは手札からリアガードサークルに登場した時、山札の上から1枚武装ゲージとして置きます。メインフェーズに武装ゲージを貯められる貴重なカードです。先ほどね紹介したギガレックスの1点ダメージ効果を使うのに武装ゲージが足りなかったらその場で増やして補えたりもします。ただこのカードはねそれだけじゃないんですね。リアガードサークルから退却した時ソウルブラスト1することで、このユニットの武装ゲージから1枚まで自分の手札に戻すことができます。ブライトプスと同じく手札を増やすことができるカードです。ブライトプスはコストがカウンターブラストなんですけど、このカードはねソウルブラストなんで支払うコストが違ってるからどちらも使うことができると思います。続いてのご紹介は指揮官ゲイリーキャノンです。ブーストしたアタックがヴァンガードにヒットしたら、このカードをソウルに置くことで2枚引いて手札から1枚山札の下に置きます。手札をね交換できるカードですね。グレード3を探しに行ったりもできます。ポイントは引いたカード以外の手札からも山札に戻せるということです。ドライブチェックでめくったトリガーをデッキに戻して再利用したり、デッキにいてほしいハイスピードブラッキーたちを山札に返してあげることができます。そう考えるとね結構いろいろ使い道があるカードだと思います。続いてご紹介するのはスパイトフルホッパーです。リアガードサークルに登場した時ソウルブラストを1することで他のユニット1枚のパワーをプラス6000します。でその時自分のダメージゾーンに表のカードがなかったらカウンターチャージ1。パワー上昇の効果はデスワーデンガントリオみたいなグレード3に使ってあげるといいと思います。というのも実はこの6000っていう数字はプロテクトのグレード3には非常に重要な数字なんですね。
なんでかっていうと12000に6000プラスすると18000になって、フォースのグレード3へのシールドの要求が5000から1万になるんです。ガードに必要なシールドを増やせるので、この6000という数字をうまく使ってあげてください。あとこのカードはパワー上昇以外にもカウンターブラストを回復するために使う場面も結構あると思います。ダメージゾーンが全て裏の時しかカウンターチャージはできないので、コールする順番を気をつけてあげてください。それでは今週の YouTube 限定公開、恒例の高リアリティ実物最速紹介に入りたいと思います。 SVR と OR の2種類になってます。今回のね SVR はこんな感じで、1弾の時とはちょっと趣が違って、光り方もねちょっと落ち着いた感じになってて、かっこいい大人っぽいカードになってます。将軍ザイフリートはこんな感じ。マシニングスパークヘラクレスはこんな感じです。メガコロニーらしくね緑のバッグになってます。今回の OR は暴君デスレックスですね。ジャガーノートマキシマムはこんな感じです。ちょっと動画だと分かりにくいかもしれないんですけど、渦が巻くように光ってます。でマシニングスターグビートルはこちらです。でですね、もちろん今回も、ボックス特典、カートン特典ございます。まずはカートン特典から紹介していきたいと思います。カートン特典はこちら、オーバーウェルムとダーティーピカロとグラトニードグマの G ゾーンのカード3種類ですね。今回収録しているクランの人気な10ユニット3枚を1セットにして、カートンに入ってます。プレミアムスタンダードなんかでね遊ぶ時に、新シリーズから買ったよっていう人もちょっと始めやすいようになればいいなと思って、今回 G のカードが入ってます。で実はこのカートン特典のカードも光り方が変わってます。こんな感じにね、ちょっとツヤとか光り方とかが、新シリーズの仕様になってるんで、こっちもねかっこいいと思います。ボックス特典はこちら、こんな感じでねギフトマーカーが入ってるんですけども、これだと1弾と同じじゃんと思う人もいると思うんですが、実は今回ちょっと変わってます。それがこちらですね。今回はユニットのイラストが描かれたギフトマーカーが入ってます。で、どれぐらいのね比率で入ってるかと言いますと、このアクセル、フォース、プロテクトで1セットなんですけども、その中から1枚がこの3種類のどれかに変わってるっていう感じです。なので組み合わせとしては、こういう感じで1枚だけユニットイラストのギフトアイコンになってます。以上、今週の今日のカードでした。動画の最初でも言ったんですけど、今週6月29日、ザ・デストラクティブロア発売となります。今回のパックはもちろん1枚でも強いカードたちなんですけど、組み合わせることでより強くなる効果になってます。ポスターにはね上級者向けって書いてあるんですけど、カードゲームらしいファイトができるカードたちだと思います。手札を増やしたり、コンボができるクランもあるし、速攻ができるクランもあります。ちょっと人とは違ったファイトがしたいという方、ぜひ手に取ってみてください。ということで今週も最後までご視聴ありがとうございました。